解説。50歳からの大ブレイク。苦労人モーガン・フリーマンが輝いた不朽の名作ベスト10。ねえマリサ、映画を見ていて、この人が出てくるだけで、なんだか名作な気がするって思う俳優さん、誰かいる？そりゃあやっぱり、モーガン・フリーマンだろ。あの深みのある、神の声と、佇んでいるだけで画面が引き締まる圧倒的な存在感は唯一無二だぜ。実際に、ブルース・オールマイティなんかじゃ、本当に神様の役を演じてるくらいだしな。ああ、わかる。大統領とか、主人公を導く賢者の役が本当に似合うわよね。きっと若い頃からずっとハリウッドのトップスターだったんでしょ？実はそれが違うんだぜ。彼が映画界で本格的にブレイクしたのは、なんと50歳を過ぎてからなんだ。それまでは長い下積み時代を過ごした、超遅咲きの苦労人なんだよ。50歳を過ぎてから、ずっと第一線で活躍していたイメージだったから驚きだわ。だからこそ、彼の演技には人生の酸いも甘いも噛み分けた本物の渋みがあるのぜ。今日はそんな彼の、50代からの大逆転劇と、男たちが憧れる不朽の名作ベスト10を紹介していくぜ。第10位。最高の人生の見つけ方。2007年。それじゃあ、ランキングの発表に移るぜ。第10位は、2007年に公開されたヒューマンドラマの傑作、最高の人生の見つけ方だ。この映画は、モーガン・フリーマンとジャック・ニコルソンという2大オスカー俳優が共演したことでも話題になった。まさに人生の教科書とも言える一本なのぜ。タイトルからして素敵ね。でも、ポスターを見ると2人ともおじいちゃんじゃない？どんな役柄で共演したのかしら？そこがこの映画の肝なんだぜ。フリーマンが演じたのは、本当は歴史の教授になりたかったのに、家族を養うために夢を諦め、45年間油まみれになって働いてきた実直な自動車整備工、カーターだ。まさに今回のテーマである苦労人そのものだろ。そんな彼が、余命6ヶ月を宣告されて、たまたま病室で一緒になった大富豪のエドワードと出会うところから物語は始まるんだ。へえ、整備工と大富豪なんて、住む世界が全然違う二人じゃない。そんな二人がどうやって仲良くなるの？きっかけは、カーターがこっそり書いていた缶オケリストだ。これは死ぬ前にやっておきたいことを書き出したメモなんだけど、それを見つけたエドワードが金ならあるから全部実行しようぜ、って持ちかけて、二人で病院を抜け出して世界旅行へ旅立つんだぜ。なんて破天荒なおじいちゃんたちなの。でも、死を前にして自分の夢を叶える旅に出るなんて、ちょっと憧れちゃうわね。ああ、スカイダイビングをしたり、ピラミッドを見たりと派手な冒険をするんだけど、一番の名シーンはもっと些細な会話の中にあるんだ。例えば、エドワードが愛飲している世界一高いコーヒー、コピルアクの正体が、実はジャコウネコの排泄物から作られた豆だとカーターが教えるシーンだぜ。それを知った二人は、ショックを受けるどころか涙が出るほど笑うというリストの項目を達成するくらい大爆笑するんだ。高いコーヒーの正体が踏んだなんて、私でも笑っちゃうかも。お金持ちも庶民も、死を前にすれば関係ないってことね。その通りだぜ。旅の終盤、ピラミッドの上でカーターが古代エジプトの死生観について語るシーンも深い。人生に喜びを見つけたか？そして他者の人生に喜びをもたらしたか？という問いかけは、見ている私たちの胸にも突き刺さるのぜ。最終的にエドワードは、絶縁していた娘と和解し、初めて会った孫娘の方にキスをして、世界一の美女にキスをするという項目を達成する。人生の豊かさとは何かを教えてくれる、珠玉の名作だぜ。第9位。レッド。2010年。第9位は、2010年に公開された痛快アクション大作 RED レッドだぜ。かつて CIA で活躍した凄腕のエージェントたちが、引退後に命を狙われ、巨大な陰謀に立ち向かうために再集結する物語なんだ。引退した後も命を狙われるなんて大変ね。でも、おじいちゃんおばあちゃんが戦う映画ってこと？なんだか頼りなさそうだけど。とんでもない。タイトルの RED は引退した超危険人物、リタイアードエクストリームリーデンジャラスの頭文字なんだ。
ブルース・ウィリスやジョン・マルコビッチといった豪華キャストが暴れ回るんだが、中でもモーガン・フリーマン演じるジョーは、80歳を過ぎて末期の肝臓がんを患い、老人介護施設で暮らしているという設定なんだぜ。80歳で末期がん。さすがにそれは戦えないんじゃないの？一見するとヨボヨボのおじいちゃんだし、性格も女好きでひょうひょうとした雰囲気なんだけど、実は元 CIA の切れ者なんだ。主人公のフランクが施設を訪ねてきたのをきっかけに、老体に鞭打って戦列に復帰する。いざ戦闘になれば、病気を感じさせないプロフェッショナルな手際で敵を翻弄するギャップが最高なんだぜ。ノーアルタカは爪を隠すってやつね。病気を押してまで仲間のために戦うなんて、まさに男の友情だわ。だが、その結末は壮絶だぜ。敵に包囲された際、ジョーは仲間を逃がすために自らおとりとなって、あえて死を選ぶんだ。あまりにもあっけない最後だが、自らの死期を悟った上で仲間を生かすために散るその姿は、涙なしには見られない老兵の美学そのものだぜ。第8位、グローリー、1989年。第8位は、1989年の名作、グローリーだ。南北戦争で実在したアメリカ初の黒人部隊、第54マサチューセッツ連隊の誇り高き戦いを描いた歴史ドラマだぜ。南北戦争ってことは、奴隷解放がテーマよね。モーガンは将軍様の役とかかしら？いや、彼は元墓掘り人のジョン・ローリンズ総長という兵士を演じている。この映画には若き日のデンゼル・ワシントンも出演しているんだが、彼が差別への怒りを爆発させる銅の役なら、モーガンはその怒りを包み込み、部隊を精神的に支える正の父親的な役どころなんだ。デンゼルとモーガンの共演なんて豪華すぎるわ。でも、当時の黒人部隊って扱いはどうだったの？悲惨なものだったぜ。味方であるはずの北軍内でも差別が根強くて、靴や軍服さえまともに与えられなかった。それでも彼らは、人間としての尊厳と自由を勝ち取るために、過酷な訓練に耐えて正規軍としての実力を証明していくんだ。まさに誇りを取り戻す戦いね。モーガンの見せ場はあるの？ああ、特に決戦前夜のシーンは涙なしには見られないぜ。死を覚悟した兵士たちがゴスペルを歌う中で、ローリンズが語るんだ。今まで家畜同様に扱われてきたが、明日の戦いは俺たちの誇り高い栄光、グローリーなんだってな。この重厚な言葉が、兵士たちを鼓舞するんだ。タイトルにはそんな意味が込められていたのね。最後はどうなってしまうの？難攻不落のワグナー要塞への突撃作戦に志願し、部隊は壊滅的な被害を受ける。ラストで白人の指揮官小大佐の遺体が、南軍の侮辱として黒人兵たちと同じ穴に放り込まれるんだが、それは逆説的に、彼らが人種の壁を越えて真の絆で結ばれたことを象徴する、映画史に残る名シーンだぜ。第7位、アウトブレイク、1995年。第7位は、1995年のパニック超大作、アウトブレイクだ。致死率 100% の殺人ウイルス、モターバがアメリカの平穏な街を襲い、国家存亡の危機に陥る恐怖を描いたサスペンスの金字塔だぜ。ウイルスパニックものね。見えない敵との戦いなんて、今の時代に見ると余計にリアリティがあってゾッとするわ。モーガンは、最前線で戦う熱血医師役なのかしら？いや、彼が演じたビリー・フォード准将は、もっと複雑で苦しい立ち位置なんだ。主人公の軍医サムとは旧知の親友だが、実はこのウイルス、軍が30年前に生物兵器として採取し、闇に葬っていたものだった。その秘密を守るため、冷酷な上官マクリントック少将は、感染した町を住民ごと幾何爆弾で焼き払う浄化作戦を強行しようとするんだ。証拠隠滅のために罪のない人々を焼き払うだなんて、悪魔の所用ね。そんな非情な組織の中で、彼はどう振る舞うの？ただ言いなりになるだけ？そこで見せる大人の苦悩と静かなる反落が最高に渋いんだぜ。彼は軍人としての絶対服従と、人としての良心の板挟みになり、油汗を流して苦悩し続ける。だがクライマックス、爆撃機が街に迫り、サムが命がけで阻止しようとする極限状態で、彼はついに覚醒するんだ。
ついに正しい道を選ぶのね。ああ、爆撃が開始された直後、彼は呆然とする上官マクリントックに対し、毅然とした態度で逮捕を宣告し、隠蔽工作に終止符を打つんだ。長い葛藤の末に、自身のキャリアを捨ててでも正義を貫くその姿は、派手なアクションシーン以上に見る者の心を震わせる、モーガン・フリーマン屈指の名演だぜ。第6位、ドライビングミスデイジー、1989年。第6位は、1989年の心温まる名作、ドライビングミスデイジーだぜ。アメリカ南部を舞台に、頑固なユダヤ系未亡人デイジーと、黒人運転手ホークの25年にわたる友情を描いたヒューマンドラマだ。運転手さんと未亡人の友情？なんだか素敵ね。モーガン・フリーマンはどんな運転手さんを演じたの？ホークは文字が読めないんだが、人生の知恵と誇りを持った人物だ。当時52歳だったフリーマンが特殊メイクで老人を演じて、一躍スターになった出世作でもあるのぜ。彼は、運転手を雇われるのを嫌がって冷たく当たるデイジーに対し、決してこびず、かといって礼儀を崩さず、忍耐強く接し続けるんだ。頑固なおばあちゃん相手じゃ大変そうね。どうやって仲良くなったの？本当に少しずつだぜ。例えば、デイジーがホークに読み書きを教えて、クリスマスの日に文字の練習帳をプレゼントするシーンなんかは、二人の心が通じ合った証として印象的だ。でも、時代は人種差別が根強い1940年代からの南部だ。ホークがガソリンスタンドのトイレを使わせてもらえず森で用を足したり、警官から二人揃って差別的な扱いを受けたりする厳しい現実も描かれているんだ。そんな辛い時代を一緒に乗り越えてきたのね。二人の結末はどうなるの？晩年、デイジーは認知症を患って施設に入るんだが、見舞いに来たホークの手を取ってこう言うんだ。あなたは私の一番のお友達よってな。ラストシーンで、ホークが彼女に感謝祭のパンプキンパイを優しく食べさせる姿は、人種や立場を超えた魂の結びつきを感じさせる、映画史に残る名場面だぜ。第5位、許されざる者、1992年。第5位は、1992年に公開された西部劇の金字塔、許されざる者だぜ。クリント・イーストウッドが監督主演を務め、アカデミー賞作品賞にも輝いた傑作だ。イーストウッドの西部劇、それだけでワクワクするわね。でも、モーガン・フリーマンも西部劇に出るの？ちょっと意外な組み合わせね。そこがこの映画の渋いところなんだぜ。彼が演じるネット・ローガンは、イーストウッド演じる主人公マニーのかつての相棒で、悪党仲間だった男だ。今は二人とも足を洗って納付をしているが、生活苦から逃れるため、娼婦に賞金をかけたカウボーイを追うたびに、マニーから誘われて同行するんだ。昔の相棒と最後の花道を飾る旅に出るなんて、男のロマンを感じるわ。ネットはやっぱり凄腕のガンマンなの？ああ、彼はスペンサーライフルを使わせれば右に出る者はいない射撃の名手という設定だぜ。だが、この映画は単なる痛快活劇じゃないんだ。カウボーイを追い詰めた時、ネットはライフルで狙いを定めるんだが、もう人を撃てないと悟ってしまい、どうしても引き金を引くことができなかったんだ。あんなに強そうなのに、撃てなかったの？なんだか切ないわね。その後の運命がもっと悲惨なんだ。戦いから降りて帰路に着いたネットは、ジーン・ハックマン演じる保安官リトルビルに捕まり、激しい拷問の末に殺されてしまう。あろうことか、その遺体は酒場の前に見せしめとしてさらされるんだぜ。ひどすぎる。仲間がそんな目に遭わされたら、マニーは黙っていられないわよね。その通りだぜ。親友の無残な姿を見たマニーは、封印していた許されざる者としての冷酷な本性を呼び覚まし、復讐の鬼となって町に戻るんだ。モーガンの演じたネットの人間味と悲劇的な最後が、この映画に深い重みを与えているんだぜ。第4位、インビクタス、負けざる者たち、2009年。第4位は、2009年の感動作、インビクタス負けざる者たちだぜ。南アフリカ初の黒人大統領ネルソン・マンデラが、ラグビーワールドカップを通じて分断された国民の心を一つにしようと奮闘する実話だ。
マンデラ大統領と言ったら、ノーベル平和賞も受賞した歴史的な偉人よね。やっぱりモーガン・フリーマンが演じたの？ああ、実はこのキャスティング、マンデラ本人に映画化されるなら誰に演じてほしいかと聞いたところ、真っ先にモーガンの名を挙げたというエピソードがあるくらい、本人公認のハマり役なんだぜ。本人のお墨付きなんてすごすぎるわ。でも、当時の南アフリカって人種差別がひどかったんでしょ？スポーツだけで国をまとめるなんて、簡単にできることなの？そこがこの映画の熱いところだ。当時、ラグビー代表のスプリングボクスは白人支配の象徴として、黒人国民からは憎まれていたんだ。チーム名やユニフォームを変えろという声が圧倒的だったが、マンデラは彼らを許し、受け入れることこそが最強の武器だと説いて、自らその変更を阻止するんだぜ。復讐じゃなくて許しを選んだのね。その思いは国民に届いたの？その変化を象徴するのが、大統領の警護チームだ。最初は黒人と白人の SP が互いに敵意をむき出しにしていたんだが、チームの快進撃とともに距離が縮まり、最後には中庭で一緒にラグビーに興じるまでになるんだ。そして決勝戦、スタジアム上空にジャンボ機が低空飛行で突っ込んでくるシーンがあるんだが、まさかテロ？ SP たちもそう思って身構えるんだが、機体の裏には、頑張れボカというメッセージが書かれていて、会場中が歓喜に包まれるんだ。憎しみを乗り越えて一つになった国民の姿に、誰もが涙する傑作だぜ。第3位、セブン、1995年。第3位は、1995年のサイコサスペンスの金字塔、セブンだぜ。雨が降り続く陰鬱な大都会を舞台に、キリスト教の7つの題材に見立てた連続猟奇殺人事件を追う、映画史に残る傑作だ。タイトルは知ってるわ。ブラッド・ピットが出てるのよね。モーガン・フリーマンはどんな役なの？彼は定年退職を1週間後に控えたベテラン刑事サマセットだ。血気盛んな新人ミルズ・ブラッド・ピットとは対照的に、図書館で新曲やカンタベリー物語などの古典を研究して犯人像に迫る、知性的で冷徹な刑事を演じているぜ。ミルズが難解な本を読めずにようやく本を買うのとは対照的にな。知性派のベテランと肉体派の新人。いいコンビね。でも、事件は暴食や強欲といった罪に見立てて殺されるんでしょ？怖そうだわ。ああ、だが一番恐ろしいのは、犯人ジョンブが実施してきた後の結末だ。彼は残りの死体の場所を教えると言って二人を荒野へ連れ出す。そこで宅配便のトラックが現れ、サマセットに一つの箱を届けるんだが、その中身は、ミルズの妻とレイシーの生首だったんだ。奥さんが殺されていたの？そんなのあんまりよ。犯人はミルズの幸せな家庭に嫉妬して妻を殺したと告白する。それを聞いたミルズは激高し、サマセットの静止も聞かず犯人を射殺してしまう。これで、憤怒の罪が完成し、犯人の計画通りに終わるという最悪のバッドエンドだぜ。だが、ラストでサマセットがつぶやく、この世は素晴らしい。戦う価値がある。後の部分には賛成だというヘミングウェイの引用は、絶望の中で彼が刑事として踏みとどまる決意を示した、映画史に残る名台詞だぜ。第2位、ミリオンダラーベイビー、2004年。第2位は、2004年に公開され、アカデミー賞で作品賞を含む主要4部門を独占した傑作、ミリオンダラーベイビーだぜ。孤独なロートレーナーと、家族の愛を知らない女性ボクサーの悲しくも美しい絆を描いた物語だ。女性版ロッキーみたいな映画？モーガンは彼女を育てる熱血トレーナー役かしら？いや、トレーナーはクリント・イーストウッド演じるフランキーだ。モーガンが演じたのは、ジムの雑用係をしている元ボクサーのエディ、通称、スクラップだぜ。実は彼、現役時代にフランキーが止血できなかったせいで片目を失明しているんだ。フランキーはずっとその責任を感じて自分を責めているんだが、スクラップは彼を一切恨まず、無言の優しさでジムと親友を支え続けているんだ。罪悪感を抱える親友を、被害を受けた側が支えているのね。並大抵の絆じゃないわ。ああ、
物語は31歳のマギーが弟子入りを志願するところから動き出す。フランキーは頑固に門前払いするんだが、毎日ジムに通い詰める彼女の素質と根性を最初に見抜いたのがスクラップだった。彼がこっそりとアドバイスを送ったり、フランキーに彼女を受け入れるよう促したおかげで、伝説の師弟関係が始まるんだぜ。彼がいなかったら何も始まらなかったのね。でも、最後は悲劇的な結末なんでしょ？マギーは試合中の反則で全身不随になり、最後はフランキーに安楽死を懇願するんだ。救いのない展開だが、この映画には大きな仕掛けがある。前編を通してスクラップのナレーションで進行するんだが、ラストでその語りが、フランキーと絶縁状態にある実の娘へ宛てた手紙だったことが明かされるんだよ。それって、孤独な親友の生き様を、娘に伝えようとしていたってこと？そうだぜ。ただの解説じゃなく、親友の魂を救済するための祈りだったんだ。この静かで深みのある演技で、彼は悲願のアカデミー助演男優賞を受賞したんだぜ。第1位、ショーシャンクの空に、1994年。栄えある第1位は、映画史に燦然と輝く不朽の名作、ショーシャンクの空にだぜ。冤罪で投獄された元銀行員アンディと、刑務所内の調達やレッドが育む、希望と友情の物語。これを語らずしてモーガン・フリーマンは語れない、正真正銘のマスターピースだ。やっぱり1位はこの作品ね。モーガンが演じたレッドって、何度も仮釈放に落ち続けている古株の囚人よね。彼の語り口調がすごく心に響くのよ。その通りだぜ。この映画はレッドの視点、つまり彼のナレーションで語られることで、過酷な刑務所生活の中に希望という光を見出していく構成になっているんだ。特に印象的なのが、アンディが監視長の遺産相続問題に助言をし、その報酬として仲間たちに屋上でビールを振る舞わせるシーンだ。夕日を浴びながら、レッドはこう語る。俺たちは、まるで自由な男のようにビールを飲んだってな。あの瞬間、彼らは塀の中にいながら、魂だけは完全に解放されていたんだぜ。ビールの味が自由の味だったなんて。想像するだけで胸が熱くなるわ。でも、レッド自身はずっと希望を持つのは危険だって言っていたわよね。ああ、レッドはアンディが残した必死に生きるか、必死に死ぬかという言葉を胸に、仮釈放後の不安と戦うんだ。そしてアンディとの約束の場所へ向かうバスの中、彼はついに希望を受け入れる。その時の独白がこれだ。興奮で震えが止まらない。自由な人間だけが感じる興奮だ。長い年月を経て、彼はようやく本当の自由を手に入れたんだ。震えるほどの興奮。それが希望の力なのね。最後は二人が再会できるの？メキシコのジワタネホ、あの突き抜けるような青い海辺で、二人は再会し、笑顔で抱擁を交わすんだ。言葉なんていらない。ただ二人の笑顔と青い海があるだけ。これ以上ない最高のハッピーエンドで幕を閉じる。完璧な映画だぜ。総評、まとめ。というわけで、50歳からの大ブレイクを果たした遅咲きの神様、モーガン・フリーマンの名作ベスト10を紹介してきたぜ。どの作品も、彼の深みのある声と演技が、物語に重厚な魂を吹き込んでいたな。本当にそうね。刑務所の囚人から大統領、そして神様まで演じちゃうなんて、改めてすごい俳優さんだと実感したわ。特に、ショーシャンクのラストシーンは、何度思い出しても涙が出そうになるわよ。年齢を重ねるごとに増していく渋みと、どんな役でも包み込むような包容力。それが、私たちが彼に引きつけられる理由なのかもしれないのぜ。みんなの心に残るモーガン・フリーマンの作品はどれだったかな？ぜひコメント欄で教えてくれよな。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いするわね。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとな。またな。